皆様こんにちは。ゆっくりさんでございます。私と、金助、そして T ちゃんさんの3人は、スイスの中部から西部にかけて横断する、ゴールデンパスラインを巡る旅をしています。正確には、巡るっていうより、そこを走る、変な車両たちを特集しているだけな気がするけど、それは否定しない。今回も、変な列車がたくさん出てくるぞ。前の動画では、ゴールデンパスラインの中間部を担当する、地方私鉄、BLS 鉄道の新型車を紹介しつつ、のどかな山あいにある接続駅、椿人面駅に到着。ここで、訳ありフリーゲージトレインの話をしてきました。今日はいよいよ、継承ルートの西の区間を担当する鉄道、MOB、モントルー、オーベルラン、ベルノワ鉄道に乗車します。そう。前回、フリーゲージトレインの話題が出たので、ついでに、スペイン編のアップデート情報をお伝えします。以前ゆくりは、愛ちゃんと一緒に、スペインで、車輪の幅を変えられる鉄道車両、フリーゲージトレインに乗車。そして実際に駅の近くで、専用の施設を通過しながら、列車が車輪の幅を切り替える様子を、見物していました。場所は確かスペインの首都、マドリードから西に200キロ離れた町、サモラだ。そうでした。この時乗った列車は、パンタグラフとディーゼル発電機を搭載し、非電化区間も対応している、高速列車でしたよね。マドリードからサモラまでは、架線から、パンタグラフを使って電気を取り入れながら、標準機の高速線を走り、そこからは、ディーゼル発電機を作動させ、車輪の幅を変えつつ、在来線に乗り入れていました。だが、あの特集をした後、高速区間が、サモラより先の地点まで延伸。それに伴い、私たちが見物した、期間変更の施設は、現在撤去されてしまっている。もっとも、私たちがあの様子を見に行った時も、新しい線路が供用間近だったんだけどな。交流、直流、非電化対応の多機能フリーゲージトレイン、セリエ730型は、まだ同じ路線で活躍しているものの、高速線が、さらに先の区間まで完成したことによって、列車が車輪の幅を変えていた、サモラの場所は、線路が剥がされ、更地となっている。敷地だけはそのままなので、新しい線路の周りにある、不自然に広い土地が、かろうじて、昔、そこに何かあったことを伺わせているが、それ以外の痕跡は、なくなってしまったのだ。思い出の場所が消えてしまい、ゆくりと愛ちゃんは、大きくショックを受け、二人で仲良く、3週間寝込んでました。なんか、うちのメンバーは、ショックを受けると、決まって3週間寝込むね。不思議なことに、そういう習性なんだよ。それから、ゴールデンパスラインの旅に移る前に、一つご紹介したいものがある。スイスの鉄道会社は、日本の鉄道と、姉妹提携をしている会社がいくつかある。最も有名なのは、南東部のレイティッシュ鉄道と、箱根登山鉄道の関係だ。箱根湯本駅のホームには、レイティッシュ鉄道から贈られた、鐘が飾ってあるほか、箱根登山鉄道で活躍する車両は、それぞれ、ベルニナ号、サンモリッツ号、アレグラ号と、レイティッシュ鉄道の路線や、地域にちなんだ名前が付けられている。また、レイティッシュ鉄道側も、主要駅に、箱根登山鉄道から贈られた、日本語の駅名標を、駅構内に飾っている。そして、箱根登山電車、と、大きく日本語で書かれた電気機関車を走らせ、現地を訪れ、目撃した日本の人が、たびたび話題にしている。ちなみに私は、何度もレイティッシュ鉄道を訪れているのに、なぜかこの機関車に、一度も遭遇したことがないんだよな。ABE4 分の4型電車の、箱根号とか、箱根登山鉄道にちなんだ、他の列車には、何度かニアミスしてるんだけど。やっぱりそれは、ゆくりの日頃の行いだよ。そうだな。いや自分でもわかってんだよ。悔しいけど。それから、山梨を走る、富士急行も、スイスの鉄道会社と、パートナーシップを結んでいる。こちらは、氷河急行も担当する、マッターホルン、ゴッタルド鉄道と提携。富士山と、マッターホルンという、二つの国を代表する山を走る鉄道、ということから交流が始まった。そして、ここ、モントルー、オーベルラン、ベルノワ鉄道は、関西の私鉄、南海電鉄と、姉妹提携をしているのだ。南海電鉄と MOB とで、正式な交流が始まったのは、2017年11月から、
40年以上もの付き合いがある、箱根登山鉄道とレイティッシュ鉄道の関係や、2021年に、提携30周年を迎えた、富士急などと比べると、歴史は浅いが、南海電鉄と MOB 鉄道は、共に急勾配のある路線を有し、沿線に世界遺産がある、といった共通点がある。これを記念して、スイスの MOB 鉄道には、2018年から、特別ラッピングの電車を走らせている。私たちは、いくら訪れても、箱根登山電車の電気機関車に会えない、レイティッシュ鉄道と対象に、MOB では、初訪問で、南海電鉄の特別ラッピング電車に遭遇できてしまった。桜があしらわれた、雅なデザインに、大きく日本語が書かれた、異色の列車は、のどかな山の中にある、椿井人面駅で、強い存在感を放っていた。ちなみに、この何の変哲もない電車も、地味にすごい経歴の持ち主だった。3両編成固定で、真ん中に中間電動車がある、1M2T 構造なのだが、よく見ると、両側の先頭車両と、その間に挟まれる中間車とで、側面の形状や、屋根の高さが一致していない。出入り口も、先頭車両は、スライド式のプラグドアなのに、中間車両はなぜか、折り戸が採用されている。実は、この真ん中に挟まれているのは、1976年に製造された車両だ。現在、南海電鉄で、特急荒野を担当している、3万系電車よりも、10年近く古い車両なのだ。製造時は、車両の片側に、運転台を備える、先頭電動車だった。世界遺産、荒野山、と書かれた側にしか、客車を連結しない構造で、反対の、ドアが設けられている側には、運転席を装備。荒野山の、根本大塔が書かれている場所には、かつて、ここ椿井人面の紋章が掲げられていた。その車体を、2008年に、中間車両化した上で、前後両方に、運転台付き車両を連結したのだ。登場から30年も経ってから、大きく姿を変えた、魔改造車両だったのである。この時、運転台の撤去と同時に、窓の構造も変更。窓枠が細くなり、すっきりした外観を作り出すとともに、景色をより楽しめる窓に変化している。車体が綺麗に改造されたので、ゲテモノ感はほぼないが、一皮むけば、とんでもない面白車両だった。さらに余談だが、前後に追加された、運転台付き車両は、2008年に新たに製造したもので、厳密に言うと、客車として分類されている。つまり、制御客車と、魔改造中間電動車で、編成を組んでいる列車なのだ。この3両編成の電車は、椿井人面からモントルーまでの、本線のほか、レンク、という小さな町までの、支線を主に担当しているようです。椿井人面発の、支線の走行時間は、30分足らず、観光路線の、ゴールデンパスラインではないためか、BLS 鉄道からの乗り換えは特に考慮されず、やがて、静かな駅から、ひっそりと旅立っていきました。椿井人面の構内や、周辺の景色を楽しんでいると、時間は瞬く間に経過。やがて、次の列車が到着する時刻になりました。私たちが乗るのは、これかな？これっぽいね。嘘だろ。これ、私が MOB で乗りたかった車両で、ナンバーワンのやつだぞ。さっきの南海電車といい、こんなにあっさり、お目当ての車両に出会えるとは。というか、本当にこれに乗れるの？今、私は喜びの踊りを抑えるので精一杯だぞ。それではご紹介しましょう。これは、モントルー、オーベルラン、ベルノワ鉄道ご自慢の、一等展望パノラマ客車だ。はい、見た目の通りですね。運転席を車両前面の上部に設置し、お客さんは、大きな前面展望を楽しめるようにしている。かつて小田急で活躍し、現在は長野電鉄にいる、ロマンスカー、ハイ SE のような外観が、嫌顔でも目を引いてしまう。流線形のデザインをしているが、これは展望とデザインのためで、高速走行は、全く考えられていない。最高速度は、時速100キロまでで、実際の運転では、この速度すら出さないで走行する。ここで色々お話ししたいところだが、先に列車に乗ってしまうことにした。というのも、前回の動画でもお伝えした通り、スイスの交通機関は、乗り換えを考慮した、効率化されたダイヤが特徴だ。列車が到着すると同時に、始発駅、モントルーから乗ってきたお客さんが一斉に降り、次の区間を担当する、BLS 鉄道の接続列車を待っている。
もう間もなくすると、向かいのホームに、BLS 鉄道の電車が到着し、車内も混み合ってしまうので、まずは席を確保することにしたのだった。金助、じいちゃんさん、絶対に、先頭のパノラマ車両の席を確保だ。今日の列車は、なんだか特別感がある、パノラマ車両が連結された列車ですが、種別はあくまで各駅停車。特急料金などはなく、目的地までの普通乗車券で乗れてしまいます。車内は基本的に自由席なので、好きな車両の空いている席に座ることができます。ただ、最前方に設置されているパノラマ展望席は、前に向かって走る場合に限り、専用の予約が必要で、特別料金がかかります。私たちが乗った車両は、ツバイ人面からモントルーまで、最後尾になるため、予約は不要でした。ところで、なぜ前面展望ではなく、後ろの車両に座ったのか、疑問に思う方もいると思うことでしょう。その理由は、ここしか展望車両がないからです。実はこの列車は、先頭から最後尾までが一体化された、電車ではありません。1両単位で、連結や切り離しができる、客車なんです。そのため、この時僕たちが乗った列車には、ツバイ人面側にしか、展望車両がない状態でした。反対側の先頭は、列車を動かす役割の、炭鉱の電車が繋がれていて、パノラマ車両ですらなかったんですよ。今日、モントルーまで乗る列車は、先頭に、低床構造の新型電車を連結。続いて、荷物車兼普通席車両が繋がれます。そして、後ろに3両、客席の窓が大きい、パノラマ車両を組み込んだ、5両編成でした。ちなみに以前は、編成の前後に、展望客車を連結し、中央に、電気機関車を組み込む、変わった形態での運転もありました。これによって、どの進行方向でも展望席があり、モントルー行きでも、全面展望が楽しめたんです。けれども現在は、バリアフリー規制の関係で、編成の中に1両は必ず、低床車を連結しなければなりません。パノラマ車両は、通常の客車よりも床が高い上、出入り口が狭く、急な段差までありますので、今は、全車パノラマ車両の編成を、基本的に組まないようです。今日は、電車の後ろに、4両の客車を組み合わせた、奇妙な編成で、ゴールデンパスラインの終着駅、モントルーを目指します。ツバイ人面から、終点のモントルーまでは、直線距離なら、約38キロしかありません。ですが、列車は山の斜面に敷かれた、勾配あり、急曲線ありの線路を走るので、実際の走行距離は、62キロ以上。終点までの所要時間は、およそ2時間もかかります。途中にある駅は、終着のモントルーを含めて、27カ所もあります。路線は、ドイツ語を話す州と、フランス語が公用語になっている州にまたがっていて、途中の駅で、名前が大きく変わっているそうです。これは、道中に、改めてご案内しますね。そもそも、この、モントルー、オーベルラン、ベルノワ鉄道という社名が、フランス語の読み方なんです。ドイツ語では、モントルー、ベルナーオーバーラント鉄道、と、別の呼ばれ方をします。それでは出発したところで、改めて、本日の編成を、簡単にご紹介しましょう。列車は1両の電車に、4両もの客車が連なります。途中には、73ミルもの急勾配がありますけど、電車が1両で頑張るんですよ。車両たちはどれも、製造された年代が、大きく異なります。最も古いものは、1968年製。そして一番新しい車両は、2016年に登場しています。作られた時代が、50年近く違う車両たちが、同じ編成を組んでいる状態なんです。その列車の動力となっているのは、モントルー側の先頭にいる、片側運転台の電動車、ABE4 分の4型電車です。この車両が、編成の中で最も新しく、2016年に製造されました。モーターを備えた車両ながら、出入り口は低く設計され、ホームと段差なく乗り降りできる、バリアフリー構造を備えます。その後ろに繋がれているのが、逆に最も古い車両となる、普通席兼、荷物客車だ。こいつも、先ほどご紹介した、南海ラッピングの電車に負けず劣らず、すごい過去を持っている。この客車はもともと、1968年に完成した、普通席車両だった。
完成時、出入り口は、クラシックなオープンデッキタイプで、完全な箱型車体ではなかったのだ。その車両を、1997年に、荷物室付きの普通車へ、大改造している。この時、車体は現在主流の、箱型に変化。全長も、14メートルから18メートルになり、オリドタイプの、自動ドアが追加された。そして側面には、荷物用のスライドドアを装備している。これは改造といっても、さすがに車体を切り張りはしてないでしょ？調べてみたら、全長も高さも、全然違ってるじゃない。新しく作った車体に、台車とか座席を乗せ替える方法だと思うんだけど。それがですね、なんと、車体の土台となる、台枠だけは、使い回してるみたいなんだ。だから、完全な新造車ではなく、改造車として扱っているのだとか。MOB は、昔から、こういう魔改造をよくやっていて、客車は製造時と現在とで、大きく姿を変えているものが、少なくないらしいんだ。その魔改造っぷりは、南海だけじゃなく、近江鉄道とも提携すればいいのに、と思うほどだ。そんな、荷物車の後ろに3両連結されるのが、大きな窓を備える、パノラマ客車たちです。編成中央の3両目にあるのが、2011年に製造された、部分低床構造の、普通席展望車。先頭の電車同様、バリアフリー対応で、車椅子や、体が不自由な人でも、大きな窓から、沿線の景色を楽しめる設備が特徴です。最後に、残る2両が、床が高い、ハイデッカー構造の客車たちとなります。4両目は、横4列配置の、普通席客車、そして、この列車では、最後尾に繋がっていた車両が、私たちが乗る、展望席付き、一等客車でした。この車両は、通路を挟んで、2列と1列の座席が並びます。ただ例外として、前面展望のスペースだけは、横4列配置となり、前後2列の8席が設けられていました。ここが、VIP 席、と名付けられている、特別席です。ただ、私たちが利用した時は、指定をした人も、座る人もなく、後方の席のお客さんが、代わる、少しだけ、珍しい車窓を眺めに来る、フリースペースのような状態になっていました。展望客車の運転台は、小田急ロマンスカーや、名鉄パノラマカーと違い、客室と干渉しない構造にはなっていません。最前方の VIP 席と、後方の客室を隔てるように、乗務員スペースが車内に鎮座しています。運転士は、車内を通り、乗務員室扉を開けて、高床構造の、運転台にアクセスします。ちなみに、ロマンスカーや、パノラマカーの元になったと言われる、イタリアの展望席付き電車、ETR300 型、セッテベッドも、運転席周りは、MOB のパノラマ客車と同じ構造でした。そのため、走行中でも、運転席には簡単にアクセスできたそうです。しかし、こうしたスペースがあるため、小田急ロマンスカーのように、後ろの席から、直接前面展望を見ることはできません。車内中央を通されている通路は、乗務員室の部分で、左側に寄せられ、そのまま展望席へと続いています。それから、客席はどの窓も、大きなガラスで構成され、一部天井にも窓が設けられています。カーテンなどがない代わりに、色付きの UV カットガラスが採用されていました。車内の雰囲気は、座席を含めて、全体的に少し古めです。Wi-Fi や、電源コンセントなどはなく、ちょっとした装飾も、クラシックなデザインでした。もっとも、景色を眺めるので忙しいから、インターネットを接続する暇がなく、Wi-Fi はいらないと思うけどな。というか、やっぱり車窓は、ものすごくいいじゃないか。誰だ、特に見どころがないなんて言ったやつは。景色もいいし、こんな坂が続く路線だと、高い速度も出す必要がないよね。僕たちは前回、MOB の路線を走る、フリーゲージトレインの話をしました。あの車両は、線路の幅が1000ミリの、狭軌と、1435ミリの、標準機の線路を行き来できるのですが、車両の最高速度は、時速100キロまで。日本で計画されている、
フリーゲージトレインのように、高速列車のベースとしては使えないことを弱点として紹介しました。けれども、ここ、ゴールデンパスラインでは、ご覧のような、急勾配、急カーブが、終点近くまでずっと続くので、高い速度を出す区間が存在しません。したがって、高速性能は必要なく、逆に、急カーブをスムーズに走れる設計が、求められていました。ついでにお話しすると、私たちが乗っている列車の最高速度は、時速80キロ止まりだ。先頭にいる電車や、このパノラマ客車は、時速100キロまで対応しているが、前から2両目にある、古い荷物車が、80キロまでしか許容されていないため、それに合わせて、低い速度の走行になっている。と言ったが、ここまでの時点では、時速50キロも出してない気がするな。今日のミニトリップで僕たちが乗る、展望席付きの客車は、実は2台目の車両です。MOB には、この客車よりも古い、1985年製の、展望車両が存在していました。従来の電車なら、運転台がある場所からの珍しい眺めは、登場と同時にたちまち好評になり、季節を問わず、混雑するようになります。そこで、パノラマ列車を増備する目的で、1993年に、新型の展望車両が作られたのです。似たようなデザインの、小田急ロマンスカー。現在は長野電鉄で、特急湯煙として活躍している、ハイ SE1000 系の方が、若干早めに誕生していることになります。ですが、乗り比べてみると、両者は同じ年代に作られているせいか、各部のデザインに似たような雰囲気を感じました。ところで T ちゃん、この車両って、どれぐらい生産されたの？それが、たったの2両だけなんだ。ということはつまり、T ちゃんが言ってた、編成の前後に展望席付き車両を連結すると、1編成だけになっちゃうってこと？そうなんだよ。ロマンスカースタイルの展望客車は、登場からしばらくの間、クリスタルパノラミックエクスプレス、という、特別編成を組んで運転していました。列車の前後に、展望席付き車両があり、その後ろの車両も、床の高い、ハイデッカー車両を連結。中間の3両目に電気機関車を挟んで運転する形態でした。でも、人気の車両は、なるべくいろんな編成に分散させて、多くの列車を運転した方が、効率がいいですよね。特に、各地、各国からのお客さんが、ひっきりなしに訪れる夏は、列車によって、サービスのばらつきがない方が得策です。幸い展望車は、車両の組み替えが容易な、客車構造ですから、1編成に1両ずつの形態に、変更したのでした。展望客車は、基本的に、ツバイ人面側に連結されるようです。この展望客車の製造は、イタリアの車両メーカー、ブレダが担当しました。大丈夫なのか？奇跡的に、大きな問題は起きてないようです。スイスの車両メーカーも、協力してたおかげじゃないかな？そして、曲線が多用され、細部が幽霊に処理されたデザインは、イタリアのデザイン会社の。イタリア、それってまさか。そう、そのまさか、いつもの、ピニンファリーナです。またその組み合わせか。なんか悪いことしたのか私ら。身に覚えしかない奴が、そんなこと言っても説得力皆無だってば。名列車使いは、名列車と惹かれ合うんです。それに、ブレダとピニンファリーナの組み合わせは、必ず変なものを生み出すわけじゃないですからね。イタリアの ETR500 型、初代フレッチャロッサの、フニちゃんとかは、まともでしょ？まあ確かにたまに、ブレダとピニンファリーナの合作車両が、とてつもない大問題を起こすけど、大騒動を2回もやってる時点でおかしいんだよ。と、変なオチがついたところで、私たちの旅は、次回に続きます。次は、どうしましょう。ずっと、車内と景色のカットしかないんだよねー。まあでもおそらく、なんとかなるでしょう。もしかすると、異色の展開になるかもしれません。それでは、魔改造と、ロマンスカーっぽい列車の旅にお付き合いいただき、ありがとうございました。発車までしばらくお待ちください。Thank you for using the Nagano Densetsu Line.
This train is the limited express Yukemori, bound for Nagano. It stops briefly at Shinshu Nakano, Obuse, Suzaka, and Gondo.